はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月1日から5月20日までの星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。5月のエネルギー解説に関しては別動画で12星座共通になりますけれども解説した動画がありますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドキング逆、ソードの2、ワンド9逆、ペンタクルスの9、そしてペンタクルスの10、女帝の逆、そしてペンタクルスのページですね。気をつけることや対策がワンドの2とマジシャンとオラクルは、はい、ソードのキングです。なるほど、豊かですね。とってもね。少し星の補足説明をしますが、やはり5月のね19日まで、20日ぐらいまでっていうのはとても他者からの信頼を得やすい時なんですね。見えないところで誰かとつながっていたり、過去に自分がやったことだとか積み上げてきたことに対しての恩恵が見えないところからやってきたりみたいなところで、気づかないところで自分の株が上がっているみたいな時なので、とてもいいと思います。そしてさらにね、4月のその後半の時でも言ったかもしれませんが、やはり4月26日から天王星が双子座に入ることによって天秤座さんはすごく風が吹いているんですね。なんか自分が遠くに行くとかメディアに出るとか、なんかSNS を飛ばすとか、そういう感じでどこまでその自分の情報が飛んでいくかわからないよみたいな、そういうとっても開かれた感覚があるんです。例えば身近な人とだけ過ごすっていうよりも、まさかこんなところで知り合った人とこんな風になるなんてみたいな感じでどんどん広がっていくような感じがあるので、とても楽しいと思いますし、社交性ももうふんだんに使える時ですね。自分の豊かさとか感覚、美しい感覚や心地いい感覚で人とつながっていけるっていう時だと思っておいてください。で、5月の2日の満月なんですけどね、この満月に関しては誘い座で起こる満月なので、少しその金銭のことを気にしたりとか、何が入ってくるのかなっていうことを感じそうですけど、でも金運いいんですよね比較的ね。なのでちょっと豊かな感覚があるのかもしれませんね。どうしようと思ってたけど結果的には良かった、すごく豊かなものが得られたっていうこともあるかもしれません。そして5月の17日17日ですねは新月になりますので、この新月もまたね、誰かとの関係性において深い信頼を得たり、どことつながりたいのかなっていう感じです。自分自身とぜひつながってもらいたいんですけど、でもとっても自分の評価も他者からの評価も上がる時なので、何かね、そういう誰かのサポートをしたいとかでもいいし、自分が何かを得たいとかでもいいし、自分がどうありたいでもいいので、そういったことを意図していただくのがいいかなと思います。そして11日ですね。私12星座共通のところで11日が結構鍵となる日だよっていうふうに言ったんですけど、この日は天秤座の皆さんにとってはやっぱりちょっとご自身の健康のことだったりとか、日常生活の時間の使い方ですね、そこがちょっといい意味で調整されるかなって感じがします。とってもなんか本当に風が吹いてどこまでも飛んでいきそうな、まるで本当に大海原に船が出ていくような感じがあるんですけど、スケジュールが忙しすぎて、例えば出張とかね、遠方に行く機会とかイベントとかそういうのが忙しすぎて、どうしても日常生活が乱れ気味だったりとか、スケジュール調整どうしようっていうことかもしれません。でも5月11日にそういうことを感じるっていうのは、自分にとって自分の豊かな方に調整していくチャンスって思っておいてくださいね。で、カードで見てもすごくやっぱりいいですよ。入り口がワンドのキングなので、とっても自分の実力をちゃんと発揮してるみたいな感じもありますし、ただもっとできるのになんかやるチャンスがないとかね、もっとできますっていう気持ちがあるかもしれませんね。もしくは全然今の状況でもいいけど、何か自分がビジネスセンスがなくて、マネージメントのセンスがなくて、もっと何をどうすれば宣伝効果があるのかなとか、そういうことを感じているのかもしれませんね。でも
現状ね決して悪くないんです。現状のところでペンタクスの9が出ていて、さらにこの後ペンタクスの10というのは何かとってもいい流れがあるんですね。なので何かを追い求める前に今の自分の豊かさっていうものを本当に心から感じることができれば、もっとその感覚が増えて豊かなものを感じられるよって言われてる気がしたんです。なんていうか、自分の今のこの自分の感覚の中で、例えば10のうち2つしか喜びがないってなったとして、だから外側からたくさん喜びを埋めたいなって思ったとしても、実は10のうち10喜びを感じられる自分の感覚があれば、それでいいみたいな感じなんですよ。別に本当にそこに豊かさがなくて外側から埋めようとするのではなく、本当はもうすでにあるよって言われてる気がするんですね、今この時に。でその豊かさっていうのは、もしかしたらご自身が想像してるものとはちょっと違うのかもしれませんね。でも何でもそうですよね。やっぱり健康とかも、やっぱりちょっと病気したりとか寝込んで初めてなんて日々自分は健康だったんだろうみたいに思うように、今のその豊かさっていうものに若干気づきにくいけど、でもよく見たら、いやここまで本当によく来たなとか、よくやってきたなって思いがあると思うので、ぜひそれを思い返してみてください。気をつけることとして言われているのが、やっぱりなんていうか、本当は別に無茶なチャレンジっていうよりも、安定した優しさや安定した喜びを感じたいから頑張るのに、何かリスクを負いたくないという気持ちが強くなって、すごいチャレンジをしなくちゃいけないんじゃないかみたいな気持ちに勝手に自分でプレッシャーを与えてる感じもしたんですよね。それがさっき言った別にマネジメント悪いわけじゃないんだけど、自分がマネジメントができてないからだとかってもっと自分をせき立てるみたいな。でもいや今でも十分やってませんかっていうメッセージです。そして家族の応援とか、家族のように親しくしてくれてる人との応援、身近な人との応援、地域の貢献みたいな、そういうのもあるみたいで、すごく天秤座さん豊かさを感じられる時なので、これは女帝っていうのは本当にもうアバンダンスな感じなわけですよ。喜びがいっぱいある。そこには水も流れていて、木もあって森もあって、そこから水が流れて、自分自身は豊かな妊娠をしている、何かが生まれようとしているみたいな、とっても豊かな感じで、こうやって命って受け継がれていくんだなみたいな、そういう宇宙の真理みたいなものがあるんですね。でそれが今の天秤座さんの流れの中にあるっていうことは、そういうことを感じそうなんです。まるで例えばですけど、仕事で何か成果を上げなきゃいけないとか、すごいちゃんとしたことをやらなくちゃいけないってもし思ってたとしたら、そういうことよりもいかに愛情を感じながら、自分が大事にしたいものを大事にしながら丁寧に生きることの方が豊かだったなっていうことに気がつくみたいな、そんなすごく豊かな感じがあります。でそこからそうだ焦ることなく一歩ずつ進んでいけばいいんだみたいな感じで落ち着くなっていう感じですよ。そして気をつけることは対策として言われているのも、やっぱりワンドの2にマジシャンということで、マジシャンというのはまさにスタートなんですね。新しい見解で、新しい視点でこの世界を見ていく、新しい視点で自分自身を見ていく。やり方は一つじゃないよって、二つあるかもしれないし、もしかしたら今までのやり方変えてこっちにしようっていうこともあるかもしれないけど、でも何かが達成されているというか、何かとても豊かな状況があると思うので、それをまずはしっかりと味わってください。しっかりともうなじませてください、自分の感覚に。そこから少しずつ膨らんでいくよっていう感じです。なんだかやっぱオラクルがやっぱワンドじゃなくてソードのキングっていうことで、ここでも入り口にワンドのキングが出ているので、キングであらねばならないみたいなね、ちゃんと物事を管理して、リーダーシップを発揮してちゃんとやっていかなければならないみたいな感じあるかもしれないんですけど、私たちが感じてる、自分で自分をコントロールしようっていうこと以上に、やっぱ宇宙は完璧に流れているので、もう委ねてもいいかなっていうふうに思いましたし、せっかくあるこのとっても豊かな感覚を自分でちゃんとできてるのか、これで大丈夫なのかって確認しすぎて感じる暇を忘れてたみたいな感じになるかもしれないので、
ぜひ主人公は自分だよっていうことを忘れずにいてください。なんとなくですけどなんか例えばパーティーとか何かの場があった時に、それを管理する側っていうか運営側ってやっぱりそこで楽しむというのを滞りなくちゃんとそれが行われているかどうかに目を配らせて、ちゃんとね気遣いしてやりますよね。そんな感じで豊かなものはあるんだけど、まるでパーティーのような。でもそれに対して自分は管理側になってそれを何とかしようとする側になって、その喜びを感じるのを忘れてたみたいな感じはあるので、今はもう本当に天秤座さんに与えられてる特権ですからね、この喜びを感じるのは。そんな感じでしょうか。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事、ワンドのエース、女帝、また出ましたね。女帝は本当に豊かなんです。そしてカップの5ということで女帝2枚出てきましたね。どんなお仕事されてるかはね、それぞれ人それぞれ違うと思うんですけど、やっぱり仕事でもこのカードが出るっていうのは本当に女性性を生かしていくとか、女性らしい観点でいくとか、フェミニンなエネルギーとか受容するエネルギーとかね、生み出していくようなエネルギー、とっても豊かです。なのでその感性を使って自分の中にあると思うんですよ。おそらく天秤座さんの中に。別に男性の方だって女性らしい感性ってもちろんあると思うし、優しい感じのエネルギーを使って、その能力を使って物事を進めていくよっていう感じで言われています。そして一つ気をつけることとして言われているのが、やっぱりカップの5っていうのは全てが全て全部が満たされているわけではなく、自分がやりたいと思っていたことじゃない方向に行くこともあるかもねっていうカードも出てるので、でもどっちにしても豊かだから、その感性を大事にぜひ楽しんでほしいなと思います。お仕事もだからもう仕事が仕事じゃないっていうか、趣味が仕事になってるみたいな、そんな感じもありますね。はい、ではちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係は今出てきたのはソードの5にソードのキング。やっぱソードのキングまた出ましたね。そしてまたペンタクスのキングが出てきたので、キングよく出てきますね。何かやっぱりここまで成し遂げてきたことがあると思うんです。ご自身の人生の中で頑張って子育てやったよとか、もしくは会社作ったよかもしれないし、もしくは何年も勤めましたみたいなのかもしれないし、そういうきちんとやったっていう自分自身にはもちろん誇りを持ってほしいんだけど、もしかしたらその感覚がすごく強くて、自分で何かコントロールしなくっちゃとかちゃんとしなくっちゃみたいな感覚がすごく根付いてるかもしれないので、パートナーシップっていう時にこういうカードが出てくるっていうことは、他者に対してすごく何かをやってあげなくちゃっていうふうにあんまり思わなくてもいいですよって感じがしましたし、もしかしたら今こういうキングのような人たちと関わってることが多いのかもしれませんね。キングのような人たちっていうのはそれなりに経験があって、年齢もそこそこいってて、上司とか経営者とかそういった立場の人たちと関わる機会があるのかもしれなくて、それに対して天秤座さんが気を使ってるっていうか、彼らの危険を損ねてはいけないみたいな感じで気を使っているのかなって感じはしましたけど、もうそういう方とのやり取りもうまくこなす術っていうのは天秤座さんの中にあるから、ぜひ一緒に笑ってほしいって感じかな。一緒に楽しんでほしい感じがします。その人たちにどうやってサービスしようかとか、どうやって滞りなく関係を続けていくかっていうよりも、もうただただ一緒にゆったりするとか笑うっていうことがいいのかなって思いました。はい、そんな感じですがいかがでしょうか。何か参考になったよとか分かりましたっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では最後にもう一枚天秤座さんのオラクルカード、5月のねオラクルカード引いてみます。20日までの。はい、どうですかこのカード。マインドフルネスということで、とても静かな平和な感覚でいてください。それが一番ですよね。はい、皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。